ちは、メイです。今回はブクブク海底の街で海の鳥居と動画初の和風建築をします。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。今回の場所はこの辺り。マップで言うと右下ですね。まずは場所決めをしていきます。割と位置は適当です。詳細は不明。ブロック機を上陸した場所から北へ3つ。南を向いてカメラを起動。カメラを固定して、まずは画面の端を確認していきます。測り方は原始的な測り方で、海に飛び込み、画面の端まで泳ぎます。端まで来ると煙が出るのでストップ。マップの端と思う部分にブロック機。戻ってカメラで確認。思っていた以上に左でした。3ブロック分ぐらい右ですね。さっきと見え方違いますが OK。 次は右。何も見えていないので感覚です。目印をつけておきます。だいたい良さそうですね。次はマップの端、南に向かって一泳ぎします。これが今回の重要ポイント。一番端ということが大重要です。この表示が出たらここでブロックキー。爆速で戻って真ん中で合っているのかいろいろ確認タイム。だいたい端も真ん中も合っていますね。真ん中からやった方が良さそうですね。場所が決まったので鳥居をマップ端に作っていきます。マップの一番端っていうところが今回のミソですね。先ほど置いた場所から1ブロック開けて左右に置きます。石越し壁をその上へ。グレー丸床を3つずつ。出っ張り壁を7つ。ですが、動画は今の時点で間違えていますね。グレー丸の床を挟んで出っ張り壁をまた7つ。端だけ外向き、あとは正面向きにしています。上と下の出っ張り壁は両方7つが正解です。石越し壁と額縁を真ん中へ。上の端に仮ブロックを置きます。蓋付き窓と屋根の支えをつけます。反対側も同様に。下も出っ張り壁を7つに修正します。あっという間に白い鳥居の完成。くぐったらこちら側へ引き戻される位置です。こんな感じで戻ります。あちら側は開発者様の世界ですね。神様の世界です。撮影場所に戻って北向きに和風な家を作ります。ブロック機を真ん中にして縦横9マスで白い岩を置きます。大きめの棒アイスですね。木の柱をぐるっと一周囲います。今回のモデルは有数庭園しめ磯。長崎にある文化財ですね。南を上にして右角からぐるぐる畳を敷きます。半時計回りに敷くとなぜか時計回りの敷き方になります。多分中が7マスと奇数だからかもしれませんね。半時計回りは縁起が良くないので敷き方にかなり紆余曲折しました。ただ方角まで意識してなかったので意味はなさそうです。畳が敷けました。この時点でもう和ですね。四隅に木の柱を4つずつ立てていきます。木の柱を挟むように蓋付き窓を2つずつ。その上にフレームガラスを6つずつ。フレームガラスもついに建具判定になってまとめてペンキができるようになって嬉しいですね。かゆいところに手が届くアップで最高です。障子風ガラス戸の完成。柱の追加。欄間的なものをガラス窓で作ります。ガラスを白にしているところがポイントです。2マス幅で縁側を桟橋で作ります。真ん中3マスの左右と端を開けます。
この時の私は数を数えられていません。気がつくまでもう少し。ここでようやく気づいて修正。残りもはねけ状態で桟橋の板を取り付けます。足がついている方の桟橋で穴を埋めます。現状こんな感じ。ブロック浮きを削除。四隅に木の角柱を5つずつ置いていきます。新アイテム使いたい病なので使っていますが、後で変えています。仮置きブロックを置いて、斜めの凸凹屋根をぐるっと一周。角柱は4つでよかったですね。和風建築は初なので手探り状態です。平らな凸凹屋根を置いていきます。木の柱を伸ばします。木の隙間仕切りを間へ。かなり和風になってきました。この隙間仕切りはかなり優秀ですね。仮ブロックを置いて屋根を取り付けます。まだ凸凹屋根のレシピを手に入れていないので、夢島に足しげく通い、屋根を拝借してきました。スターミーの夢島ですね。他の島よりレアアイテムがドロップしている率が高い気がしています。2段積んだら、あとは平らな屋根です。木の角柱が外側すぎるので、木の囲いに変更していきます。新しいものを何でもかんでも取り入れる。それが良くなかったパターンでしたね。木の縁を縁側の外部分に置きます。置くだけで桟橋っぽさが少し減りますね。今思えば桟橋をすべて縦方向につけても良かったかもですね。畳と木の隙間にも置いていきます。内側の上がまだなので内側も作ります。木の柱上を隙間に入れていきます。横木を使って梁を作っていきます。真ん中から作って1マス開けて左右に作り、合計3本作ります。和風な内装になってきましたね。天井の色が好きなのでこのままです。足を伸ばす作業をしていきます。使っているのは木の囲い。地面まで足を伸ばすか伸ばさないか迷いに迷って、結局足をつけることにしました。なんか嫌な予感がすると思いつつ強行中です。古のインターネットを思い出してしまったので、白い岩部分を地面に伸ばしていきます。いろいろと伸ばしてみましたが、次は顔が爆誕してしまったのでなかったことにします。まずは四隅に白い岩を地面まで。反省を踏まえ、白い削れた岩を使わない方向でいきます。上部分に3つほどブロックを置いて、上斜めの状態を作っていきます。三角を作る感じですね。北側に階段を作っていきます。3段下がったら一旦海中へ。踊り場も作っておきます。編集の関係で白い岩の土台は今はなき顔バージョンですね。海中部分の家の土台の完成です。現実ではありえない建築なのがいいところです。内装作りです。オリエンタルなテーブルの茶色がかなり和風に合います。夏なのでスイカ。鮭もいい感じ。チリン風鈴も鳥居側へ。新アイテムプカプカライト。電気がいらないので最強ですね。北側に学習机に怪しいキャンドル。夏なのでちょっと怪しい雰囲気に。新聞は汚れたものを。天気も相まってちょっとミステリアスな感じに。晴れていても暗そうな雰囲気です。作る分には怪しい感じは好きですが、リアルではすぐ逃げます。次は鳥居まで続く道を作ります。ブロック浮きを使ってぐねぐね道になるようにしていきます。S 字カーブがたくさんなイメージです。鳥居から本殿までまっすぐな道が多いですが、簡単には行けませんよということでぐねぐね道に。公開ポイントとしては、もっと大きめカーブにすればよかった。なので再現される方は S 字くらいがいいかもしれません。水面下ギリギリに浮きブロックの追加。ブロックに沿ってガラス板を3枚ずつ。今3枚ずつつけていますが、結局横幅5から6に拡張しているので、この時点で幅広めにつけてもいいかもしれません。かなり見えにくい作業なので、水中からやるのもありかと思います。
海の上を歩けるようになりました。ガラスの板の上限が心配になってきています。ブロックを破壊後吸い込まないようにします。多分橋だと思われる場所に花植え、たまにガラス板を追加します。目印のブロックの残骸を吸い込みます。こんな感じ。シンプル好きな人はこの辺りでガラスの道を拡張します。見えなくなったので水中から作業、下からでも花は植えられます。だいたい植えられたので、もっと線を濃くするように花を植えていきます。ガブカライトを適度に間を空けながら置いていきます。後で花のつぼみ風になる予定です。ガラスがどこにあるのかわからなくなったら、潜って水中から作業をしたりしています。深海への道なので、ちょっとだけお盆の季節のような雰囲気にハスなどが合いますね。鶴の鞭で草を生やすことができないので、池など淡水の場所で作ってからコイルで回収して海に設置しています。ライトの斜め下にブロック桶を置いて、ガラス板の横、その上に水草を置きます。そうするとライトがつぼみのように見えて可愛いです。ガラス板を消すと水草も消えるので注意が必要です。ライト下全部にやります。水草が下へ伸びてて立体感が出ていい感じです。これで完成でもいいのですが、派手にしたい気分なのでもう少し華やかにします。サンゴ系は足元に依存しないのでブロック浮きで、水草や花などはガラス板を設置してから植えていきます。かなりどうしようか迷った部分なので、いろいろと順番がおかしくなっています。急に思い立って道に花をもっと植えることにしました。花は1列より2列くらいあった方が曲がり道が強調されるということに後で気がつきました。水草にサンゴを乗せても可愛い。水草が何でも合いすぎて使わない日がなさそうなくらいお気に入りです。ガラスを一旦たくさん敷いていきます。面倒になってきたようですね。どのやり方が一番いいのかはまだ経験値が足りていないので、レベルアップしたら多分わかりそうですね。使わなかったガラスを拳で粉砕。見えないところは水中から。手前側だけ植物は3段構成にします。おひなさまみたいに草を飾っていく感じです。後で思ったのが、ガラス見えなさすぎてサンゴ下のガラスの回収が面倒すぎること。間違って草の下のガラス板を取ってしまったり、結構面倒だと思いました。なので手前だけ頑張っています。次は右手前を頑張ります。水面から一マス下にガラスの設置。やることは先ほどと同じ。あまり正面から見えない部分なのでさっきより適当です。水草にたくましい花も結構可愛いんですね。仮置きブロック浮きは全部回収しています。ライトがありすぎるので回収していきます。空いた場所の代わりにたくましい花を植えます。さっきより良くなった気がします。最初に設置したブロックを回収。もう少し水中の花を濃くしていきます。手前以外はあまり見えないので、あまり密度を濃くしなくてもいいかなと思います。適度に間を空けながら大きめサンゴを置いていきます。大きいのは4つ分なので楽なんですよね。水中はこんなもんにしておいて、もう少し表面の花を強化します。どうして道がちゃんと曲がって見えないんだろうと遠目で見た時にずーっと考えていて、結論、表面の花を2マス以上にする、それでしたね。普通に考えればわかりそうなのに、なぜか水中ばかり目がいって表面のことをすっかり忘れていました。木を見て森を見ず状態でしたね。
ボートと自転車を置きます。ということで鳥居につながる道の完成です。上から見るとこんな感じ。家に月光河を住まわせます。海の果てにある鳥居はいかがだったでしょうか。たまには派手派手もいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。